皆さんおはようございます。いつも視聴いただきありがとうございます。今日はですね、いよいよ、この3番の方に田植えをしていきたいと思います。今までですね、苗を育てたり、あぜの草を刈ったり、あぜにこう泥を塗りつけたりとかですね、あと白かきといって、このドロドロだった土をね、トロトロにしたりと、長い時間をかけて、この田植えのために準備してきました。今日はですね、今から、田植えの方をしていきたいと思います。では、よろしくお願いします。こちらが育ててきた苗になります。こちらは今日は赤米を植えていきたいと思います。小さかった種もみ一粒一粒が、ここまで大きくなりました。最近ちょっとですね、日照時間が少なかったんで、あんまり大きくなってないんですけども、これから田んぼに植えて、少しずつ大きくなってくれればと思います。今から対応するんですけど、その前に準備がありまして、田んぼはですね、やっぱり稲をですね、まっすぐに植えたいんですね。田という字のごとくですね、まっすぐじゃないといけないので、この紙の紐をですね、ガイドラインに使っていきたいと思います。これをですね、端と端に、こうやって並べることで、まっすぐ田植えができるようになります。私はですね、稲と稲の間を30センチにしてます。いろいろ理由はあるんですけど、ひとまずですね、この糸の方に30センチの赤い印をつけてますので、これを目印にこう植えていくという感じですね。はい。では今から糸を張っていきたいと思います。はい。こういう感じで糸を張っていきます。紙の糸なので放置しててもやがて土に帰りますし、カモとかがね、引っかかっても、最悪切れるので、紙の紐を使ってます。こんな感じで30センチ間隔を引きました。で、この間隔なんですけど、いろんなやり方がありまして、15センチにするとか30センチにするとか、私が30にしてる理由はですね、30センチの方が稲と稲の間隔が空くので、風通しが良くなって、イモチというですね、カビの病気を抑えることができるかなっていうのを期待してます。あとはですね、今日この後田植えをするんですけど、この後もね、田んぼの中に何度も入っていかないといけないんですね。例えば、雑草を抜くですとか、あとは稲に虫がついたらそれを取るとかですね。加えて、今田んぼの中にはですね、いろんな有機物があって、これが温度が暖かくなると朽ちていくんですね。で、その時にこうガスが発生しますと。そのガスはですね、稲の根にあんまり良くないんですね。何度か田んぼに入っていくことで、そのガスを抜くことができると。アイガモ農法とかあるんですけど、そういうカモとかが歩いてくれることで、そういう土を攪拌してガスを抜きやすいとか、そういったこともあるみたいですね。残念ながらカモは飼ってないんですけど、カモはよく遊びに来てくれるので、田植えをした後、ここを歩いてくれることを期待してます。これが田靴というものになります。これはですね、田んぼに入る専用の靴なんですね。特徴としては、長靴よりフィット感があって、裾がすごい長くなってます。田んぼはね、どうしてもこう、ドロドロというか、ぐちゃぐちゃなので、足を取られるんですね。足を取られると疲れますし、こけたりとかですね。そういったことがあるので、できるだけこう、足にフィットした田靴を履くのが良いとされてます。先日ですね、私は裸足でちょっと入ってみたんですね。で、それだと作業しやすいですし、気持ちも良かったんですけど、翌日から足が痒くなりだしてですね、やっぱり田靴は
履いた方が良いかなと思いました。昔の人は多分我慢してたんだなと。で、タグツはゴムがすごい柔らかいので、これで農地をね、歩いてると、ちょっとした木の枝とかで穴が開いちゃうんですね。そうすると機能としてダメになるので、私以前買った初めてのタグツは、調子に乗ってそれで歩いたら穴を開けてしまって、2年ぐらいタグツなしでやってたんですけど、先日裸足で入ったら虫にかなり食われたので、今回急遽タグツを新調しました。3000円ぐらいなので、長く使うことを考えれば全然いいかなと思います。とにかくね、作業性がやっぱり全然違うんですよね。では今から新調したばかりのタグツを履いていきたいと思います。これは広島の会社ですね。なんかタグツは広島の会社が多いみたいですね。で、Amazon で、昨日買って昨日届きました。すごい世の中ですよね。はい。なので、なんとか田植えに間に合った感じです。では今からちょっと履いていきたいと思います。はい、こういう感じですね。やっぱり新しいのは気分がいいですね。では今から植えていきたいと思います。植え方なんですけど、こんな感じで、塊を取りまして、我が家では一本植えをしていますと。で、この白いのがですね、水を吸う根になりますので、ここがね、結構大事です。これを切ってしまうと水が吸えなくなってしまうので、はい。で、それ以外については、稲は稲科なので結構丈夫なんですね。で、この1本切り取ってから、これを30センチ間隔で植えていくという感じになります。はい。この稲の植える本数なんですけど、1本植えとか2本植えとかいろいろあるみたいなんですけど、私は1本植えでやっています。その方が、この種一本一本と向き合えるかなというのがあります。今はね、非常にか弱い感じなんですけど、稲って分血というですね、枝が増えていくみたいなことがあるんですね。ですから、順調に育っていけば、これが太い立派な稲になります。こちらの田んぼが完全にね、平らになってたら、水が片方に溜まってるとかないと思うんですけど、ちょっと残念ながら、まだ 100% 平らではないので、段差がある感じですね。段差があると、水があるところとないところがこういう感じで出てしまうので、これから先ね、水を入れたりするときもちょっとばらつきが出てきて、最悪発育に違いが出てきたりするんですね。この先はですね、水を常に入れてあげるというのが基本的には大事になります。稲は水が大好きなので、水に浸かってた方が幸せなんですね。で、夏の時期にですね、一回水を抜いたりもするんですね。というのは、水をずっと張ったままですと、有機物が水の中で腐ってですね、ガスが発生するんですね。で、このガスが稲の根に悪い影響を与えるということで、ガス抜き的なことで、わざとですね、水を抜いたりします。で、ここの田んぼはですね、どっかに水を取る入り口があったり、水を出す出口がないので、その辺は天気次第というような感じでやってます。経験上ですね、鎌倉は8月結構雨が降らないので、自動的にその時期は、水が抜けるというような感じになります。で、水が抜けると今度ですね、雑草が発芽してくるので、今度は雑草を抜いたりする必要があるという感じになります。なのでね、結構手間かかりますね。はい。本当に可愛がっていかないと、無事に稲は育たない感じですね。はい。では、田植えやっていきたいと思います。
ああ、よいしょ。2本、2箇所植える？ちょっとじゃあ交互に行こうか。この列から2列に同時に植えてます。まあ機械でやった方が楽なんだとは思いますけれども、まあ、自分が食べる分ぐらいの田植え、稲刈りであれば、まあ、人力でもなんとかなりますね。だから、まあ欲張ってたくさん取ろうとか思わなければ、人力でもなんとかなるのかなと。どんな仕事もそうだと思うんですけど、農作業は特にですね、一つの段階の一つの工程でサボってしまったり、雑にやってしまうと、後でですね、もっと手間をかけてやらないといけないことになります。まあ、例えば雑草を抜くのをね、雑にやってたりとか、先日の白柿を適当にやってしまうと、この田植えの段階で苦労することになるんですね。ですから、まあ、大変は大変ですけど、やるべき目的を理解して、ゆっくりでもいいんで、きっちりやっていくということが必要みたいですね。で、そういったことをもう1000年以上繰り返してきたのが、もともといる日本人なのかなと、米を作ってきた日本人なのかなと思います。言うまでもなく、まあ、うちはね、2人で基本的にやってますけど、昔であればもう村総出で共同作業でやってきたので、誰かがサボるってことは許されないでしょうし、みんなで力を合わせて効率を高めてってことだったと思うんですね。まあそういった歴史に積み重ねられてできたのが日本人の個性というか性格というか、そういったものなのかなと思います。まあ最近は田植えをですね、村でやることも多分少ないと思うので、だんだんと違う感じの日本人になってきているのかなとは思いますけれども、それがいいのか悪いのか。部分的にトロトロのがあるといいね。明日午前中は雨なんだね。10時まで 50% だね。そこまでしか出てないけど。まあ雨降ってくれた方がありがたい。はい。で、まあ田植えが終わったらですね、本当はこの後水を入れた方がいいんですね。まあそうすることで雑草を抑えられると。多くの雑草は水の中では発芽しないので、明日はね、ちょうどいいことに、午前中は雨が降りそうなので、私は天気に任せます。まあ、実は明日もね、田植えなので、田植えの方はちょっと大変になりそうですけど、実は明日はですね、奥の一番の田植えを予定してまして、水が抜けるか抜けないかちょうどいい具合なので、ほんのちょっとだけの雨だったら田植えができるんですけどね。大雨になるとちょっと難しくなってきます。まあ今日田植えした3番的にはね、雨が降ってくれた方がありがたいんですけど。まあいずれにしてもお天気任せですね。
この土の量はですね、くるぶしが埋まるぐらいまでがちょうどいいとされてるみたいですね。あんまり深いとね、沈み込んでしまうので、あんまり浅いと根が張れないという感じですね。まあ、場所によってはですね、水がずっと入り続けて、すごい柔らかくなって深くなるところもあれば、水があんまり入らない田んぼは、乾いてしまうので、いつまでも硬いままという感じですね。ですからこの田んぼ、半分ぐらい完成したんですけど、エリアによって水が入りやすかったり入りにくかったり、なので、土が深かったり浅かったりと、バラバラですね。人力でやってるので、その辺は調整しながらできるかなっていうとこですね。ホトトギス大フィーバーだね。もしかして新しい子が生まれたかね、ホトトギス。なんか下手なやつがいない？練習中。そう。なんでだろもう古くいっぱい入ってる。う。新しいの買う。うん。そうね。マコモとかでも使ってたもんね。うん。あっちは平らじゃないから。田植え終了したんですけど、ちょっと全然減ってないですね。これ間違いなく余りそうですね。どうしたものか。ちょっとね、余るともったいないので、3番以降は2本植えでいきたいなと思います。こんな感じで田植えが終わりました。足跡とかね、結構残ってるんですけど、この先雨が降っていくとだんだんね、崩れて平らになってきますね。はい。そういった進捗もぼちぼちお送りしていければなと思います。ちなみにですね、ホワイトクローバー結構育ってきましたね。楽しみです。なんとか無事に3番の田植えが終了しました。これがですね、終わりではなくて、稲の物語のスタートなんですね。今植えたこの苗は、去年ここで収穫したものなので、確か3世代ぐらいですかね、3代目になります。で、だんだんこの土地にね、あって進化を遂げているのかなと思います。ですから、鎌倉の8月に雨が降らない気候とか、朝が寒いとかですね、そういうのも多分遺伝子に刻まれてるんじゃないかなと。はい。で、こちらの3番の田んぼのね、広さが、あと5倍ぐらいあるんですね。実質的には6倍ですかね。それで2人のですね、お米は自給できているような感じになります。今日本は、いろんなところでね、耕作放棄地が問題となっていると思うんですね。ですから、この動画を見ていた人が、田植えのやり方とかをね、知っていただいて、興味を持っていただいて、ちょっと自分の食べる米ぐらいは自分で作ろうかなと、そういう新しい趣味をね、持っていただければなというふうに考えてます。はい。では、今回は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。